雑談です。水ダウです。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなどを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、陣内くんの新ネタの年末にエンターの神様があるんですけども、それのネタのロケに行っておりまして、一日中かかりましたが、まあしか言えません。本当にお楽しみにしてくださいというか、時間がないんでね、僕も非常に頑張らなくちゃいけない。おかしいな。僕はもっと楽をして稼げる仕事だと思ってやってるんですけども、全然そんなことがなくて、ねえ、やんなくちゃいけない。終わったなと思いながらやっております。いやー、詳しい内容はまだまだ言えませんが、楽しいロケを時間のない中、それからこれから編集をしていかなくちゃいけないので、お楽しみにしてくださいといった感じですかね。そんなところかな。あんまりというか、ほとんど言えない。言っちゃってもいいんですけどね、ネタバレになるのはあんまり嫌でしょうから、言いませんけども、お楽しみにしてくださいといったところ、ちょっとね、言いたいことがあるんですけど、これも、それは大丈夫か。ロケ先の近くにダムが2カ所ありましてね、僕はそっちに気を取られちゃって、こんなダム、写真もね、ロケ車の中から通っただけだったんで、急に現れてね、そういやダムが近くにあったなと思ってカメラを構えたんですけど、追っつかなくて、それも2箇所あってね、悔しかったらそれだけ悔やんで、未だに悔やんでおります。なかなか車がないんでね、そういけないでしょ。悔しかったなぁ。悔しかった。ほんと目と鼻の先にダムがあって、行きたかったなと思いながら、でもダム湖なんかを眺めちゃったりなんかしちゃって非常に天気のいい、そこはちょっと役得です。役得ってそんなことしておりましたが、見ました。行きますか。見ました。水曜日のダウンタウン。昨日の落とし穴企画ね、それ1本だけで行くってどうなることかと思ったら、かなり深い 3.3 メートルですけど、結構3メートル上から落下するって非常に危険なんですけど、落とし穴の仕組みをね、こう落ちる瞬間のね、ネットが引いたって、落ち葉が引いたって十字に紐が渡したってファサーっと落ちるような作りになってたんですけど、落とし穴を掘るのもなかなか大変でしょうし、ロケした時期はあれ結構前だとは思うんですけども、寒くなるね前だとは思うんですけども、いやーすごいな。もうなんていうの、仕掛けの大きさというかね、いやすごかったな。あと何でした、野犬に注意の看板はこっちが勝手に作ったものだっつって、発砲に注意っていうのはね、普通にあるあれだっつって言ってたけど、あれもなかなかすごいとこ、ロケ場所を探すのも大変でしょうけど、いや労力のかけ方が違うよね。あれで1本いっちゃったんで1時間分のあれだとはいえ、いやすごかったなんで、誰も落とし穴に落ちても誰も助けに来なかったらこうどうするかみたいな内容なんですけども、いや一番分かりやすいのはやっぱナダルくんですよね。嘘ついて GoPro 壊れたとか、足がいててててとか、そういった嘘でなんか事件が起きたからっつってスタッフが駆けつけてくれるだろうと、ある番組のロケで行ってるって体なんで、まさかそういった落とし穴企画だとはつゆ知らずなんで、スタッフが来るだろうと思ってそう言うんですが、
それがなかなか来ないっていうのところの、あれが一番意外にベタな行動なのかなと僕は思ってて、あとは蛙亭の人とか、ケツくんね、日本の社長のみたいに、ほぼ何もしないというかね、体力温存するっていうのもあれは一つの手だろうと。もう本当あれサバイバルですよね、ああなったら。何分、そうだ、きっとね、落ちて20分以降はもうもうこれサバイバルになるなって覚悟しなくちゃいけませんよね。10分ぐらいだったらまだスタッフこっちまで手回ってねえのかなとか思うんでしょうけど、まさかほんで落とし穴をね掘った場所忘れてるとかはないじゃないですか。であと考えてもみればこう落とし穴掘っといてそれを埋めないってことはないと思うんで、そのうち誰か来るだろうとは思うんですけど、その中にね、何年か前の番組の企画のあれが紛れてるとか、ほんとどこまで細かい芸の細かいことをするな。だからいうね、なんていうんですかね、こう、細かい、そういう仕込み、なんていうのかな、種がね、ちゃんとどこそこに、犬野犬に注意とかね、犬がワンワン吠えたらみんな怖がるとか、銃声が聞こえるとか、ああいうのは本当こう心理的に追い詰められますよね。実際追い詰められたチャンス大城さんとかね、めちゃくちゃ追い詰められておりましたけど、放送できないことは何をやってたんだろうだってね。でいくつかというかチラチラっとツイッターでねこうみんなの予想を見てみたんですけど、僕も思ったのは一つ、葉っぱでね濡れてる葉っぱから水分補給したりしてたシーンもあったんで、おそらく引用したんじゃないのかなと僕は思うんですけど、どうなんですかねと思いながら、今度チャンス大城さんに会う機会があったらことはもうぜひ聞いておきたいなと思いますけどね。すごかったんで、やっぱりなんといってもパンサー尾形、番組のね反応をこうツイッターで見る感じ、あれはさすがにやりすぎじゃないか、この企画はやりすぎじゃないかみたいな、書かれ方をしてる方もいますけども、いや単純にというかすごくやっぱ最終的に感動したんで、それね最終的に感動すれば何をしてもいいのかっていうね、最終的に面白ければ何をやってもいいのかとかいう問題にもなりますけども、怪我人死人が出なければ OK。今のこの厳しいコンプラの時代でね、よくあれを放送したなと思いますけども、あれをやっといてやっぱりこれひどいって意見がありそうだから放送できませんっていうよりかは全然放送してほしいはずですよ。出てる人も作った人も当然、なので僕はそういったあれはやりすぎだとかひどいとかいう意見が出るにしても、それを超えたこのヒューマンドラマというかね、やっぱ尾形君の頑張り、知恵の使い方なんかは素晴らしいと思う。だから本人がねどこまでどの時点でこれはもう水曜日のダウンタウンだなっていうのを分かるわけじゃないですか、どっかの時点で。で他にあんなことまでさせるような番組ってなかなかないんで、だからそれはある種請け負ってね背負ってやってるわけじゃないですか。それはこの言葉に出して言いませんしね、態度に表してやったりすることはないんですけども、でも見てればわかるじゃないですか。だからねあんなひどいことっていうよりもやっぱ感動、本当に諦めない不屈の精神というかね、これどこが面白いんですかっていう真剣な姿がやっぱり滑稽と言っては失礼というかね、でも最高の褒め言葉としてね、滑稽だったなと思って、本当にすごかったなと思いましたね。本当に面白かった。面白かったというか、
いろんなこう感情を渦巻く本当にヒューマンドキュメンタリーというかね、いやあれは出てる人も作ってる人もいやすごかったな。だから途中で出てきたおっさんとか言葉の通じないね外国人の方とか子供とかが陰るぐらい、もっと多分ねいろいろあの辺仕込んでたはずですよ。お助け企画というかお助けキャラみたいなのはいろいろ仕込んでたんだとは思うんですけども、それが曇っちゃうから尾形くんの頑張りが曇っちゃうね、茶化すような感じに映っちゃうんで、他になんかいろいろあったとは思うんですけどね、使わなかったんじゃないのかなと僕はそう思って見ておりました。すごく感動したんで、いろんな意見とか否定的な意見も、もう分かりますけども、それを放送しない方がひどいだろうと、テレビを作る側、テレビに出演する側から考えてみれば、だから僕は思って見ておりますが、ぜひ、見逃し配信、パラビ TVer でありますんで、ご覧になってくださいと。あ、またボタンが壊れている。嘘でしょ。もういいや、ね。てな感じで、水曜日にダウンタウン、ほんとすごかった。感動した。2回見ちゃった。面白すぎて。なので、ぜひ見逃し配信ありますんでご覧になってください。あと、チャンネル登録と高評価も。うわ、すごいよ。ちょっと、ボタンが一番離れてるんですよ。声のエフェクトと、この一番のボタンが。なぜ、中で何か干渉で、この間バラそうと思ったんですけどね、これがね、タスカムのあれが、特殊ネジを使ってるんですよ。星型のネジを。だから今手元になくて開けれなくて弱ったな。まあいいや。そんな感じでいろいろテレビのお話をしてますんで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。